経済市場主義的な考えではなくて、人々が新しい可能性に向かって果敢にチャレンジするような、そういったそのクリエイティブなことを優先させられる社会であったとしたら、まあ、今のようなウイルスっていうのは蔓延できないんですよね。で、もっともっと速いスピードで、まあ、もちろん科学技術は方向性を思い切り変えますから、もうお金ということを度外視したら、何か物事に制限っていうのはなくなりますよね。まあ制限があるからこそそのものに価値があったりするわけですけれども、制限がなければ物事の価値って、まあ、経済的な意味における価値って下がっていくじゃないですかね。でそうなってから科学技術っていうのはもう爆発的に進化しますね。お金にこう変更するように規制がかかってるだけですからね。であとそもそもその地球上には人類ということに対して何か特殊なイメージがつきすぎてるような気がするんですよね。人類が非常に重要であるとか、重要であることはもちろん違いないですけれども、人類だけがそのいわゆる霊長類みたいな、人類だけに知恵があるみたいな馬鹿げた考えが、もうこれは収束させないと人類の限界を超えられないですよね。人類には限界があるんだということをここで認識する。こんなウイルスにビクビクするんですよね。つまり我々の限界を認識しなければ、そのウイルスという抵抗を超えることすらできないわけですよね。なくなるわけじゃないですかね。小さな目にも見えないものたちの影響で生きるか死ぬかという重大なことが変わってくるわけですから、人間にそんなに大きな力があるわけではなくて、力を持っているのは人間のこの側ではなくて意識なんです。で、この意識はウイルスだろうが細菌だろうが微生物たちとも全部連動してつながってるんですよね。微生物の方がずっと正確に動きます。そういうことを考えてませんから。もう悩みもないですよね、ウイルスに。確かに。ウイルスには悩みないですから、もう本当にストレートにどこにでも切り込んできますよね。迷いもないしね。迷いがたくさんありすぎますよね。でももう原理は簡単なんです。私たちがより強い生命力を持つためには、より新しいことを想像しようとする活動と、それを一人でやっても限界がすぐきます。なるほどね。すぐに一人の可能性なんてたかが知れてます。になった途端にものすごく可能性は増えますよね。グループね。一人が二人になっただけで可能性ってものすごく増えます。一人が持っている可能性は、それ表現する必要もなくなりますよね、一人しかいなかったら。ですけど、そこに何人かの人がいたら、もう表現しなければならなくなる。でその表現することによってまた新たな可能性が生まれてくるって、そういうことをしていくということがもう簡単です。これが一番生命エネルギーをぐっと底上げします。で生命エネルギーって何かって意識なんですよ。意識ね。はい。で意識の活動をストップさせたら、そんな状態になります。そうか。だから今のこの自粛モードっていうのは、もう徹底的に生命エネルギーを弱めますよね。おそらく暇になったらぼーっとしてテレビ見るとかっていう方も増えてくるでしょうし。でそれ見て、テレビとかって、映画もそうですけど、それを見て、
なんかいろいろあれやこれやと考える人は考えるかもしれないです。あれやこれやとイメージする方はいらっしゃるかもしれないけど、ほとんどの方が受け身なだけで終わりますよね。そうなんだよね。ああ、面白かった、じゃんじゃん終わりになってしまって。これはもう本当に一方通行になって、一番その生命的にコンディションの悪い状態を作ります。で、そこから別の病気が蔓延しますよね。病気だってもちろんそうですし、それ以外の病気も蔓延するので、コロナを仮に防げたとしても他の病気が蔓延します。